どうも、クビーチャンネルです。この嫁の L1 勝手に車着仕様にしたいと思います。今はこんな感じで何もしていないノーマルの状態です。で、今回車着仕様にするにあたってポイントは2つあります。1つ目は後部座席も使えるように普段使いもできる車着仕様にします。もう1つのポイントはできるだけ早くできるだけ簡単に DIY したいと思います。今までこのノーマルのままで2回車着したんですけど、改善したい箇所3つありました。1つは寒いです。2つ目収納がない。3つ目お座敷スタイルは足が伸ばせなくて疲れる。1つ目の寒いはこの床のマット、ここに断熱シートを敷いています。で、このサイドや天井ですね、ここは今回やりません。かなり時間かかりますので、簡単にできる床だけやってみて、それで寒かったらまた考えたいと思います。そして2つ目の収納がないのと足が伸ばせないのは、ここにベッドを作ります。そうすれば2つとも解決できます。で、ここにテーブルも作ります。で、ここはパンチングボードをつけて収納を増やします。この換気扇は前回車着するときに既製品を購入して取り付けました。この換気扇ボードの弱点、MDF 材なんで水に弱いんですね。今回はこういったものを見つけました。水性防水剤、これを塗れば耐水性上がるようです。こちらも塗っておきます。完成したら嫁呼んで見せたいと思います。どんな反応するのか楽しみです。まずはこの床に断熱をします。この Amazon で購入しました 5mm の断熱シートです。この銀のシートの中に 5mm の断熱が入ってます。これ100均やホームセンターなどでも売っているようなものです。今回 Amazon で購入したアイテムは概要欄にリンク貼っておきます。このシートは L 版のホンダ純正オプションです。こんな感じでめくれます。ここの下に 5mm の断熱シートを貼っていきます。カット終わりました。ぴったりですね。ここなんですけど、裏マジックテープあります。で、100円ショップで買ったこのマジックテープを腰上がりも貼って固定します。で、車の方にもマジックテープありますんで、こっちの裏にも貼って固定したいと思います。完成しました。ぴったりですね。実際乗ってみると少しふわふわ感あります。で、今回 5mm ということなんでそんなに熱くないので、もう冷気をシャットダウンというのはできないと思うんですけど、この足元結構冷たかったんで、それは改善されると思います。実際の効果を確かめるために今度氷点下で車着してみて、温度計で温度測って体感してみます。次は今回の DIY のメイン、ベッドを作ります。ベッドはこの助手席を折りたたんだ状態、この後ろに常設ベッドを作ります。高さはこんな感じで33センチぐらいにして膝曲げれるようにします。そしてデメリットの一つ、収納不足。それをこのベッドキットの中、ここを収納にして、でもう一箇所ですね、こっちにも収納を作ってデメリットを改善します。こんな感じで設計図が来ました。これ上から見た状態なんですけど、この四角のやつがここですね、助手席の後ろにはまります。そしてもう一つ、こちらがその後ろにはまります。で、日常使いもしますんで、これ取れるようにします。ベッドは木で作ります。この角材と 2x4 材、こちらで作っていきます。これホームセンターでカットしてもらいました。はい、結構な数なんですけど、ホームセンターだったら10分かからずにカットしてくれました。成功することを祈って組み立てていきます。はい、これが一番下の土台になる予定です。じゃあネジで留めていきます。土台と上の台、この枠組みが完成しました。ここに 2x4 の支柱を入れていきます。こんな感じですね。これでまたネジで留めていきます。はい、完成しました。いけますね。よかったです。あとはこの上に板を張ってベッド完成になります。このベッドキット、こだわりポイントが2つあるんですけど、1つはこの棒、これ下収納するんですけど、その時に板が全部パカッて開けると結構邪魔になるんで、細かく開けれるようにしました。だから1、2、3、4箇所収納あります。
もう一つがこの横幅62センチとかなり広く取れました。こっち側は結構狭くなってます。やっぱり車中泊では快適に眠りたいので少し寝返り打ってもいけるようにしました。ベッドの天板なんですけど、こちらの合板使います。厚みは 1.2 センチです。こちら4分割で1234、これホームセンターで買ってしまいました。で助手席の上は強度いらないんで厚さ 5mm の薄めの合板使います。実際に合わせてみるとこんな感じなんですけど、ここにシガーソケットがあります。こんな感じで挿します。なのでここはカットします。助手席の後ろの板なんですけど、この横幅を広め取っているんで、ここもちょっと干渉します。なので後ろ下げれないんで、ここもカットします。天板にマットつけていきます。マットはこれ Amazon で買いました。いつも使ってるやつなんですけど、3センチのウレタンマットです。以前インディ 727DIY した時にこの3センチのマット寝た時少し硬かったんで、今回は倍の6センチでいきます。それではこの生地で包んでタッカーで留めていきたいんですけど、この生地がちょっと薄い茶色っていうんですかね、そういう色なんですけど、嫁が赤と黄色が好きなんですけど、で黄色の生地を頼みました。それが明日来ますんで、明日生地来てからタッカーで打ちたいと思います。先にパンチングボードとテーブル作ります。テーブルとパンチングボードなんですけど、ここに座ってこっち向きにテーブルを設置します。そしてここですね、ここにパンチングボードを設置します。で、穴開いてますんで何かかけて収納とかできるようにします。こちらヴィンテージボードという商品名です。 Amazon で購入しました。これを半分に切って取り付けます。木目調の色なんで車体の赤色と合うと思います。全面を覆ってしまうとこのシートベルトが使えなくなります。普段使いもしたいんで、ここをカットして取り付けます。こちらの一番後ろのはめ殺しの窓なんですけど、パンチングボードを設置するともうシェードなど取り外しが難しくなります。で、こういったものを作りました。ビニール袋を窓に貼り付けて型取りしました。このボードは中身はホームセンターで売っている断熱ボードです。そしてこういった木目調のシートを貼りました。ちょっと大きめに作ったんで、こうやってはめるだけで取れないと思います。M6 サイズのネジを締めていきます。シートベルトも問題なく使えます。こんな感じでフックをつけて何か物をぶら下げることもできます。そしてこの運転席側の後ろ側、こちら側はここに木の板をつけてます。これはこちらにテーブルをつけるためにつけました。こちらを取り付けます。これよくキャンピングカーなどに使えているテーブル用のレールなんですけど、でこのブラケット、こちらをはめます。でロックするとこれ動かなくなります。で取り外しも簡単です。テーブルの板はこちらを取り付けようと思ってます。パイン集成材、これ横幅が 900mm なんですけど、結構ちょうどいいんですよね、こうつけると。なのでもう無加工でそのままつけようと思います。テーブルの足なんですけど、こんな感じで2箇所に取り付けようと思ってます。でこちら折りたたみ金具つけてここにつけます。で折れるようにして収納できるようにします。それでは取り付けてみます。ここにはめてロックします。テーブル完成しました。ちょっと高いような気もしますが、位置がでも全然問題ないと思います。横幅が90センチとかなり広く取ったんで、車中飯も十分できると思います。乗り降りの際に気になるこのテーブルの出っ張りなんですけど、運転席をシート前にすれば全然問題なく乗り降りできます。車中泊時はここが玄関になる予定です。そしてテーブル使わないときはここ外して、でこれを折り曲げます。でこっちも折り曲げます。そうするとこんな感じで小スペースに収まります。残すところあとはベッドの股だけです。
明日 Amazon で生地届きますんで、届き次第すぐに仕上げます。生地届きました。早速開けていきます。からし色でいい色ですね。それではこれをタッカーで留めていきます。はい、じゃあ最後にこのマットをはめてベッド完成です。いやー、いい感じですね。ベッドの長さが約191センチ、横幅が約62センチ、横幅62センチ。寝れないことはないんですけど、実際寝てみるとやっぱり少し窮屈だったんで、拡張マットを作りました。こちらです。このメインのマットを横にずらします。2つ作りました。ここにはめます。これで簡単に拡張できます。こうすることにより横幅が約71センチまで広がりました。こちら側を頭にするとつま先は横幅変わらないんですけど、この上半身は広くなるんでだいぶ快適に眠れると思います。このマットなんですけど、滑らないようにマットの下にネジで打ちました。なのでここにカパってはまります。でずらしたい時はこんな感じでずらして一度はめると木のおかげでずれません。ベッドのマットを上げると下が収納になってます。で助手席の上のマットはこれは何もしてません。もうただ乗せただけです。ベッドの木の台は滑りにくいようにこの下に滑り止めを貼ってます。助手席の後ろに少し当たりますんで、ここもクッション貼ってます。そしてもうこんな感じで当てるようにして逆にずれないようにしました。走行中この2つがずれないようにここの間に木を余ったやつ入れてます。こうすることに前にずれなくなりました。走行中前には行かないんですけど、今は後ろに来ますんで、ここですね、何か木の端材ぴったしなサイズ探してずれないように木で留めておきます。走行中のレイアウトは3パターンあります。このモードは1人用、1人で車中泊に行くときはこのモードで行きます。そして2名乗車の場合はこのマットを後ろにしてこの助手席を上げます。ここ当たらないようにしましたんで、このまま2名乗車可能です。3つ目、家族に乗るときはここにチャイルドシートを設置します。セカンドシートのこの木の板を後ろに乗せるかもう家に置こうと思ってます。そしてこれこのまま上がります。ここの後ろは干渉しないようにしました。これで3名で乗車できる3名乗車モードです。荷物はこの横かなりスペースありますんでここに置けます。でテーブルも簡単に外れますんで、買い物とか行くときはこれを外していきます。で後ろのこの台だけも残しておきます。この下収納にもなりますんで収納台として有効活用します。ベッド下収納はかなり広大なスペースあります。これで収納の少なかった N 番の悩みが解決しました。この後実際に車中泊アイテムを収納してみます。このテーブルなんですけど、ベッド完成して座ってみると少し高かったんで2センチぐらい下カットしました。これでしばらく使ってみます。この運転席後ろ、ここが車中口の玄関になります。テーブルが少し出ているんですけど、こんだけ距離があれば問題ないと思います。乗り込んでからこうやってこんな感じでテーブルの前、定位置に行くときにこの足が邪魔になると思ったんで内側に入れました。なので問題なく横移動も可能です。このカーテンなんですけど少し難儀しました。こんな感じでここは完全に光を遮断することができます。こののれん棒で留めています。100円ショップで売っていたコードフック、こちらをペンチで曲げてこんな感じでのれん棒をかけています。反対側はこのマグネットですね。こういったものを売ってましたね。マグネットでつくタイプのこちらの穴にのれん棒を突っ込んでます。運転席後ろ側は問題なかったんですけど、こちらセンターピラーレスなんでこのやり方が通じませんでした。なのでこちらはもうマグネットで直接このボディの鉄板につけてます。100円ショップで見ていったマグネットをボンドで留めてます。意外とこれで外れないほどの強度はありました。あとは実際に使ってみてまた改善していきます。このパンチングボードも実際に車中泊で使いながら改善していきます。今はとりあえずこんな感じでフックの上に木の板を乗せて何か簡易的にクックかなと置けるようにしてます。反対側は車中飯でよく使うこういったクッキングシートやラップなどを壁掛け収納する予定です。それでは実際に車中泊アイテムを収納していきます。収納完了しました。見てください。この9リッターの車載冷蔵庫、
シンデレラフィットです。こんな感じで使えます。冷蔵庫の排熱こちら空いてますんで問題ないと思います。後ろも排熱あるんですけど10センチぐらい空いてますんでこれも問題ないと思います。シガーソケット後ろにもありますんでこんな感じでめちゃくちゃ近い位置に電源あってこれも助かりました。この車載冷蔵庫本当にぴったしで取り出しにくかったんで少しだけ前に気をずらしました。これで問題なく使えます。そして真ん中の収納はこの結構木の大きめのボックス、これが2つ余裕で入りました。こことここです。前にまだスペースありますんでよく使うものとかここに置いても良さそうですね。冷蔵庫横のスペースは空いてますんでここはゴミ箱にするかもしくは着替えなどを入れようと思います。パンチングボードはこんな感じでこれ輪ゴムですね。これも100円ショップで買いました。これをフックにかけてずれないようにしました。でこのテーブルの下なんですけどここ段がありますんでこんな感じでペットボトルなど収納できます。そしてここにもポータブル電源を置いてます。ここもなんか台とか作ればかなり広いスペースの収納台ができそうです。そして換気扇のこの MDF 材耐水性上がるように防水剤水性っていうのを塗ってみたんですけどこんな感じでムラができてしまって汚くなってしまいました。ちょっとこれは失敗しちゃいました。ただ耐水性は上がってるかもしれないんでまずこれで様子見ていきます。それではいよいよこの完成したL版車尺仕様嫁に見せたいと思います。今から駅まで迎えに行きます。どんな反応するのか楽しみです。実際に乗ってもらってここでお茶しようと思います。そして試したかったこちらもテーブル外せば小柄な女性なら寝れるんじゃないかと思います。2人就寝モードも試してみます。どうも、ありがとう。よいしょ。疲れた？おつでした。は今出発します。い、はい、行こうか。ほんな子供を預かってもらってるし、久々にゆっくりなんかお店寄って帰ろうか。あ、いいの？やった。L1 さ、なんか、気づけへん変わったところ。変わったところ？気づかん。どこも変わってない。あ、なんかあれからし色のなんかソファーかベッドかがある。あ、机があるあれ？あ、なんか後ろ、なんか木造建築になってるすげえ木の板いっぱいあるやん。おもろいやろ。すげえ全然気づかなかった。車着仕様にしたからな。すげえ。ええやろ。ちょっとさお茶でもしばこうかこの中でしばきに行こうか。ええやん。すんげえ。あそこラップゾーンすごいな。そうやろすぐ料理できるやし。あれおもろいやん。すげえ。これ可愛いなこの色。ええやろこの色。この色ええやん。どう？なんかええな。これすごいな空間作ったね。これ寝れるし座れるしな。足下ろせるやん。でねこれ助手席を倒してベッドモードするんだけど、ちょっと一回やってみるわ。これ助手席倒して、もうあとこれをこうやるだけ。めっちゃ簡単やの。すげえ。これでできた。一人寝れるから。これ何？それは延長マット。ここにはめてね、横幅広くしたら寝やすくなるから。すごいな。なんかさ空間の使い方がさ、マジでキャンピングカーみたい。すごい、すごい。いろいろ今までなキャンピングカー乗ったりとか見てきたから、それをちょっと生かしたって感じかな。でな、これもキャンピングカーノウハウやけど、これ収納これなんか取れんねんけどな。これ冷蔵庫の中に入れてんねん。あ、ほんまや。お、純正やな。そうそう。純正で作ったん？そう。すげえ。これ冷蔵庫入るからな。やりたかったことあんねんけど、これ一人仕様の車着モードやねんけど、ここなテーブル取ったらフラットなんねんな。狭いねんけど、小柄の女性やったら一人眠れると思うねんな。寝るだけやったら二人車着可能かなと思って。一人がこっちで一人こっち？ちょっと一回やってみていい？オッケー。なテーブル取ります。これをこんな感じで足折れます。な結構コンパクトになるやろ。それどこに置くの？
そう考えてなかったまあ産んで出たね。これはここいけるね。これいけるでしょ。そこでええやん。ちょうどええやんほら。いいやん。全然そこでええ邪魔やん。それでええわ。ええやん。これ何もなくなってフラットになってんけど、下が痛いと思うから、キャンプ用のこのマットです。ボコボコや。これ足元はね狭いけど、こっち側は広いから寝れるかなどうかなって感じだけどな。一回じゃあいけんちゃう。寝てもらおうわ。一応収まったな。ちょっとつくけど、これ頭さここやともう落ちちゃうんだ。そうやな。ここなんか置いてくれたら、もっと上行けるから、もっとゆったりできるかも。ここ狭くない？ここね、ここね、いいよ。ここな、なんかな、空洞があるね。収納用のな。そう、ここ開けてくれてたら、手入れられるから、ちょっとなんかゆったりほら、こんな感じで使えるかも。いい感じ。寝るだけやったらって大丈夫やな。全然いける。こんな感じやな、寝るとしたら。これ面白い。これさ、頭の向き揃えたらあかんの？逆。こっちがでもいいよ。逆向きやん。お話できるやん。そうやね。何ぼやったっけ身長？157。160以下の人やったらいけるって感じだな。あんた絶対こっからんって落ちてくれよ。ほんまやな。それ怖いね。めっちゃ怖いな。怖いで。ほんなお茶飲みましょうか。はい。お茶？いいやん。おじちゃんどんな感じで座ってみて。普通にさ、座れる。なんかカフェみたいね、これ。ほんま？結構厚めにしてんな。そう色も可愛いし、頭当たらんかなって思ってたんやけど全然当たらんな。全然いけるな。すごいよ。この高さがやっぱ L 版すごいな。普通の車より高いの。すごくいい感じ。広々してる。横幅とかないけど高さあるだけでこんだけなんか閉塞感ないねんなと思った。ほうじ茶とコーヒーあるんだけどどっちがいい？ほうじ茶。ほうじ茶。俺コーヒー飲もう。この作ってくれたカーテンここにつけました。ありがとう。やってみて。換気扇が出てきます。すげえ。これでええやん。空気入れ替えれるから。結構ちゃんとシャーっていくな。ほらええやん。こっち側はねレールつけられへんかったからもうマグネットでつけたからくらいから取っとこうかも。こんな感じで。乾杯。熱そう。あったまるな。熱そう。美味しいな。ほうじ茶や。車内でさこんな感じで熱い。あったかいお茶もう喫茶店で一緒やん。これだけでも結構楽しない？なんかすごいね、こんなことできるなんて。ここ置いとくわ。ちょっとやっぱ足元寒いな。そうなのよね、ちょっとね寒いね、やっぱり。そこに石油ヒーター置いたら完璧やな。ここにな、入り口広いしあったかいね、それはね。でも邪魔やな、寝られへんくなるな、2人な。もうここ置いたら2人車種は無理やな。そうってなったら基本やっぱ1人で車種枠で使うか、もし2人車種枠するんやったらもう夏場絶対暑くて無理やから。夏もクーラーエアコン置かれへんしな。でも春と秋だけやな、2人車種枠は。そうやな、結構限られるね。そうやな、1人やったら冬はもうその石油ヒーターでやりやすいから。どう？自分の車が車中仕様になったの。なんかめっちゃいい感じ。ありがたい、ここまでしてくれて。どっか行きたい。よかったわ。もう行っといてや。なんかこの感じさ、コメダにおる感じになってきた。わかる？木の感じもするしな。そうで、このソファーの感じ、ふわっとしててさ。この空間が言ったら自分が行きたいところ、海でもいいし山でもいいし、どこでも持ち運べるから。すごいな、それ。一人旅したいね。じゃあこれで俺もまた撮影使うし、グピコもいろいろ羽伸ばしてきてください。ええんすか？どこでも行っちゃうで。東京とか行ったんじゃん、一人旅で。東京？ええな、東京怖いな。お土産買ってきたるわ。そこもシートみたいなするから。ええやん。中から開けれるボタン。